皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな待ってる三峡ダム。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。5月28日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は156メートル84でした。昨日と比べると67センチの下げで156メートル台に突入。ようやく暫定目標ラインまで近づいているものの、締め切りはもう過ぎています。今のところ、あちらの官製メディアからの言い訳記事はまだ確認できていません。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。今朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒1万500立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒2万2200立方メートル。差分については毎秒1万1700立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はマイナスの2900、三峡ダムもマイナス800。差分が1万を超えていることから、ダム周辺と支流の雨降でまとまった雨が降り、増水したものと推測されます。最上流の金沙港にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量は今朝8時の時点で毎秒2690立方メートル。前回と比べてほとんど変化はありません。この微妙な調整の意味ってあるんでしょうか。一方、深夜0時の三峡ダムの放流量は毎秒2万8400立方メートル。単純に割り算をすると 92% の発電状況で29基前後の発電用タービンが稼働しているものと推測されます。昨日と比べると少しだけ放流量をアップしており、ほとんどフル発電。連続運転となると、そろそろ壊れるタービンも出てきそうな。商用だけでなく、いわゆる自家発電のための管理用タービンも含めて全力投球の可能性もあります。三峡ダムと上流のダムの流量について現状を確認しておきましょう。こちらは2月から昨日までの流量になり、交通運輸部発表データをもとにグラフを作成。上が三峡ダム、下が高架波ダムになります。上流にある高架波ダムは放流量は変わらず、流入量が若干上昇傾向なので、一つ上の慶楽都ダムからの放流を増やしているものと思われます。続いて三峡ダムの状況について、オレンジのラインの流入量は予想通り上昇傾向。これに合わせてグレーのラインの放流量も増やしているというのが、ここ数日の動き。そろそろ放流量は上限に近づきつつあるのではないでしょうか。このグラフは毎日8時に発表されているデータをもとに作成しているので、かなりざっくりしたもの。三峡ダムの放流量について、もう少し詳細なデータが湖南省水門局から発表されており、そのグラフによると、25日あたりから終日一定量を放流する方針に変えていることがわかります。今後も流入量が増えることが予想されているのですが、おそらく放流量は今のままか若干増やすにとどまるのではないかと、当チャンネルでは勝手に予想しています。Nishi Yang Channel。 さて、現在長江の上流にある支流、雨降で大雨になっています。こちらは今朝10時までの6時間の雨雲レーダーの様子。南から湿った空気が流れ込んでいるためか、次々と雨雲が湧き出し、かなり雨が降っている模様。交通運輸部の長江海事局が出した5月27日11時長江気象予報では、27日に続き5月28日の8時から29日8時についても、雨降上流と雨降中流で分散性の特大暴雨が続く見通しと発表しています。雨降の下流地域にある武流という観測所のデータがこちらで、湖南省水門局が公開しているものです。当局による特大暴雨の事前予想を裏付けるかのように、上流でまとまった雨が降ったことにより、この観測所の流量が現在、急上昇しています。雨降は長江と接続されるので、ここでの増水はすなわち長江本流の増水を意味します。
先ほど、三峡ダムの流入量が今後増えることが予想されますと言ったのは、この情報があったためです。最近の武流における流量は毎秒3000立方メートルあたりになっていますが、実はここは普段、こんなに水は流れていません。先月あたりに少しお話ししましたが、例年ですと500とか1000といったレベルで、今年はかなり高い水準で張り付いたまま。宇高の下流は重慶市である一方、中流と上流は貴州省になります。いろいろ調べてみると、宇高上流域を含む貴州省では、今年1月から5月25日までの貴州省平均降水量が 439.1mm で、平年の 332.7mm より 32% 多く、1961年以来の同期最多とされているようです。宇高流域では地盤は弱くなり、地滑りや土石流の災害リスクは一気に高まることに。こういうこともあって、宇高での流量がいつもの年よりも多くなっているものと思われます。長江本流というと、四川盆地の広範囲で降った雨が下陵溝を通して流れ込み、重慶が増水、そして三峡ダムもというパターンが多いのですが、今年は長江の南側からの流量も注意しないといけないようです。今後、宇高の詳細情報も合わせてお伝えしていきたいと思います。天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは今朝9時までの様子。ダムの南西地域で次々と雨雲が発生する様子が見られます。長江の支流、宇高では特大暴雨の警報が出ており、おそらく相当の雨が降ることになりそう。上流では流量が増える予想が出ているため、さらなる増水が見込まれます。次に、今後の予想を見てみます。金曜あたりまでは、ダム周辺で雨雲が広がることになりそうです。明日の三峡ダムの天気は最高気温が24度、最低気温が19度で小雨の予報。台風6号が発生しており、今回は日本の方に進みそうだとニュースになっています。前線との兼ね合いもあるので、今後の進路に注目。これを見ていると、6月に入っても中国の中部ではまとまった雨になるかもしれませんね。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。NVIDIA 半導体、日本経由で中国流入か、台湾当局調査と米報道、日経新聞が伝えています。記事によると、米ブルームバーグ通信は27日、日本を経由して米 NVIDIA の先端半導体を中国に不正輸出した疑いで、台湾当局が容疑者3人を取り調べていると報じた。3人は中国へのサーバー輸出に関する書類偽造で当局に拘束された。米国は NVIDIA の先端半導体や先端半導体を搭載するサーバーに厳しい輸出管理を課している。AI の開発などに必要な高性能品が対象で、中国に無断で販売するのは制限されている。以上、NVIDIA 半導体、日本経由で中国流入か、台湾当局調査と米報道についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。先端半導体が日本を経由して中国に不正輸出された疑いがあるという報道ですが、やはり中国にとって高性能半導体が欲しくて仕方ないんでしょう。AI 開発では計算能力がものを言いますから、アメリカの輸出規制によって正規ルートで入手しにくくなれば、別ルートを探そうとする動きが出てくるのも想像できます。中国は AI 人材の国外渡航まで制限しているとの話もありましたが、人材を囲い込んでも、肝心の半導体がなければ、思うように開発は進みません。今回の件は、その弱点を改めて浮き彫りにしたようにも感じます。一方で、日本が経由地として使われた疑いがある点は見過ごせない事案。日本の企業や港、物流網が抜け穴として利用されるようなことがあれば、安全保障上の問題になります。台湾当局が書類偽造で関係者を拘束したということは、かなり具体的な動きがあったのでしょう。これからは日本側も、半導体やサーバーなどの輸出管理を、より厳格に確認していく必要がありそうです。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝9時までの6時間のレーダーの実績。北陸地方と北海道あたりに少し雨雲が見られますが、それほど雨が降っているわけでもなさそう。ニュースによると、今日は日本海側では降水確率が高いとのこと。九州南部地方の平年の梅雨入りは、5月30日頃だそうですから、今年もそろそろでしょうか。さて中国では、いろいろなびっくりしちゃいななニュースがある中、
宇宙版3峡ダム計画というのがあるのをご存知でしょうか。名前からして、とっても怪しい内容。人工衛星のように宇宙へ設備を打ち上げ、巨大な発電パネルを展開した上で、無線により地上へ電力を送るという構想があるようです。記事のタイトルで宇宙版3峡ダムと表現されているのは、その桁外れの発電規模を意識しているためでしょう。3峡ダムには70万キロワット級の発電機が32基設置されており、すべてのタービンが揃って稼働したのは2012年のこと。グラフが示すように、発電量のピークは2020年で、この年は南米のイタイプダムと年間発電量を争い、世界一となった時期もありました。ただ、その後は理由がはっきりしないまま、ここ数年、ピーク時に大きく届かない発電量が続いていることは、このチャンネルでもお伝えした通り。話を戻して、年間発電量が1000億キロワットに相当する発電を宇宙空間で実現しようというのがポイントのようです。上空3万6000キロと言いますから、気象衛星ひまわりと同じくらいです。壮大な構想ではありますが、今の段階でその実現性はちょっと疑問。発電をするには巨大なソーラーパネルが必要で、宇宙に持っていくにはそれなりのロケットが必要です。理論的には地上局までピンポイントで送ることは可能でしょうが、人への影響はないのでしょうか。おそらく高い周波数になるでしょうから、環境への影響が心配です。そして、ソーラーパネルといえば廃棄問題。一般的には20年前後と言われ、宇宙では雨風など気候による影響はないものの、その代わり、宇宙船などいろんなものが直で降り注ぎます。ISS、国際宇宙ステーションのソーラーパネルは、15年が耐用年数になるようです。いずれは寿命が来るわけですから、使い終わった後はゴミとなるかもしれません。高度が下がり、大気圏で燃え尽きるというのかもしれませんが、巨大な構造物ゆえに、そこは心配です。3峡ダムほどの発電量が可能かどうかは別にして、将来技術が進めば、一定量の発電は現実となるかもしれないですね。少し話はそれますが、先日着工したばかりのメトクダムも気になる存在です。これはチベットに建設中の超巨大ダムで、3峡ダムの3倍の発電能力があるとも言われています。こうした規模のダム建設が本当に必要なのかも含め、今後様々な議論を呼びそうです。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、ひと手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。